皆さんこんにちは。書道家の上平大我です。先日のアンケートにお答えくださった皆さん本当にありがとうございます。これからもですね、硬筆を中心に、そして笑顔を大切にしながら、動画配信続けていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。というわけで早速ですね、今回のテーマ、普段の字が上手くなりたければ〇〇を捨てろというお話をしていきたいと思いますが、もう早速結論からお話をさせていただきます。この〇〇に入る言葉、それはズバリですね、お手本になります。お手本って捨てていいのと思った方、もちろんですね、物理的にお手本を捨てろとかお手本を見るなとか、そのようなお話ではありません。お手本を見て練習するということは非常に重要ですし、自分自身が理想とする文字、自分自身がかっこいいな、美しいなと思う文字、それをですね見ながら自分自身の練習につなげていく、これがですねやはり文字上達の最短ルートになってきますので、非常に重要なことです。お手本を見るということは非常に重要ですが、そんな状況の中でなぜお手本を捨てようと今回お話をするのかというお話、それからですね、捨てた上でどのような練習をすればいいのかというところで、私がおすすめする練習方法、これをお伝えしていきたいと思います。というわけで早速なんですけれども、お手本を捨てるべき理由というところです。これはですねやはり、物理的に捨てるわけでもないし、見るなと言ってるわけでもないっていうお話なんですけれども、お手本ありきになるなというところを皆様にお伝えしたいと思っております。やはりですね、お手本を見て練習するということがもう癖づいてしまうと、お手本がないと字が書けなくなってきます。つまりどういうことかというと、例えばメモ書きが上手くなりたいとか、ご祝儀袋がうまく書けるようになりたいからとか、そういった目的があって字の練習、つまり手段ですよね、をやっていたのに、いつの間にかですねその手段であったはずの字の練習がお手本を見て書くこと、それが目的になってしまって、結局普段の字に活かせないという方、結構多く見受けられます。お手本がないと書けないんですね。それはなぜかというと、やはり練習中に本番、つまり自分が書きたい状況を想定できていないからというところが一番大きな要因になってきます。もちろんですね、お手本を見る段階で学べることというのは、文字の形、それから線質、空間の取り方、いろんなものを学ぶことができるんですが、それをそのまま活かしきれていないということになります。ではどのように活かしていけばいいのかというところなんですけれども、活かし方っていうのはまずは意識ですよね。自分自身はこの文字を練習して、これは例えばノートに書く、これはメモ書きに書く、これは付箋に書く、付箋とメモ書き一緒かな、そのような形の状況を想定する。それから学生の方であれば、ノートに書くときはもっとちっちゃくなるだろうな、この文字をちっちゃくしてもこういう風に空間を作ろうとか、そういったところをですねやはり考えながら練習していく必要があります。もちろんがむしゃらにですね文字をなぞって字形を整えるっていう段階もありますが、ある程度ですね初中級者とか、ちょっとずつ文字の形捉えれるようになった方はですね、そういったことを意識していくというところがまずは必要になってきます。ではそれを意識した上で、具体的にどのような練習をすればいいのかというおすすめの練習方法を今からお伝えさせていただきます。実はこの練習方法っていうのは他の動画で一度おすすめしたことがあるんですけれども、何なのかというとですね、順を追って説明していきます。まず例えば書籍を購入して頑張ろうって言って、書籍を購入された方であったりとか、通信教育でも何でもいいです。あとはですね、ネットから情報を得て、それを見ながら練習されている方、どんな方法でもいいんですけれども、まずは練習した日の日付、時間、ここを書きましょう。やはりですね、後で見返した時にいつ書いたものなのか、そして何時頃書いたものなのか、細かくですね書いてあげましょう。この何時頃まで書く方っていうのは結構少ないかなと思うんですけれども、だいたい深夜に書いたなとか早朝にやったなとか、いろいろですね自分自身の習慣を把握するようなきっかけにもなりますので、両方書いてあげてください。日付と時間セットで書いてあげましょう。そしてお手本を見ながら、何かしらのお手本を見ながら練習をしていくと思うんですけれども、練習の一番最後にお手本を見ずに同じ文字を書く、これを必ず習慣づけてください。例えば今日はお天気ですという文字を練習したとしますよね。そしたらずっとお手本を見ながら1個2個3個4個5個6個と、何個か繰り返し練習をしていくと思うんですが、その日の一番最後に全く同じ文字をお手本を見ずに書いてみましょう。そしてお手本を見ずに書いた後にお手本と見比べる、どれぐらい差異があるかしっかりと分析をする、そして次の日に練習する時に活かす、このようなサイクルをプラスしてあげてください。そうすることによってお手本が必ずなければいけないという状況を消すことができます。
自分自身で文字を書く力をつけることが練習の時からできるようになります。いきなりですね、本番に臨む方が多いんですよね。あの時練習していたからよっしゃ本番だって思ってもですね、やはり直接目で見て文字を真似するよりは頭の記憶を探って練習する方が難しくなってきます。それを普段からトレーニングしておくということになります。ですので練習時にもですね、お手本を見て書くだけではなくて、一番最後には頭の中で記憶したお手本を想像しながらしっかり書いていく、これを繰り返していきましょう。そしてもちろんですね、分析を忘れないでくださいね。書いた後書きっぱなしで終わっていてはただの独学になってしまいますので、どれぐらいそっくりに書けたかな、線質はどうかな、形はどうかな、空間はどうかな、こういったところを意識してやってみましょう。これができればですね、普段の練習の効率っていうものは非常にアップしてきますし、例えば何か書きたい時に想像力が働きやすくなりますし、インプットしたものをアウトプットする癖が毎日のようにつけられているので、もう本当に何でしょう、自分が書きたい場面になってもそれがスムーズにできやすくなる、このような状況になります。これはですね、やはりスポーツとかと似ている部分があって、練習の時の力を発揮するためにはやはり本番を想定した練習をしていないとなかなかそういうことってできないと思うんですね。文字の練習もそれと同じです。スポーツと同じで本番を想定する、その本番というのは自分が書きたい状況、書きたい場面ですね。そういったところの文字を想像する。練習で書いている文字よりもおそらく自分が書く文字はちっちゃいだろうなって思ったら、例えば一回り小さく書いたものをやってみるとか、そういった工夫をしていくことによって普段書きでもですね、臆することなく、そしてしっかりと書くことができるようになってきます。ぜひやってみてください。というわけで最後にまとめです。本当に字が上手くなりたければ〇〇を捨てようというテーマで今回お話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。お手本を捨てるというところになるんですけれども、お手本を捨てるというよりはですね、お手本を見ずに頭の中で記憶したものをしっかりとアウトプットする作業、これを毎日繰り返す。練習の時にお手本を見て書く状況とお手本を見ないで書く状況、両方をですね必ずやっていく、これをやってみてください。というわけで以上になります。この動画良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。最後に告知です。私が運営する書道のオンラインスクールは随時無料体験を行っています。初月無料ということで、誰でも気軽に参加できますので、ちょっとでも字が上手くなりたいなと思った方はですね、ぜひ一度概要欄にリンク貼っておりますので、そちらからですね、無料体験だけでも受けていただけますと非常に嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。